チャオ、ボンジョルノアトゥッティ、おはようございます。今日はモンテフィオラーレ、グレーベインキアンティ、私が住む自治体と同じところの、小さな村なんですが、ボルギといって、イタリアの中世からの古い町を示す言葉ですが、最も美しい町、トスカーナでは最も美しい町として知られているモンテフィオラレ。この下には、グレーベインキャンティ、の、キャンティのワインで有名な、ちょっと大きな町があります。で、そこからちょっと丘を上がってくると、このモンテフィオラレという、村があるんですが、とても可愛い村なので、少し散策をしながら、今日は、前回の、YouTube 私の動画で、50代海外移住いろいろと題して、語ったことの第2弾、50代これからの10年どう生きるかということについて、少しお話ししたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。私がイタリアに来た時はまだ40代前半。オーストラリアに留学した経験もあって、イタリア語は全くできませんでしたが、海外に出るのはさほど抵抗なく新しい挑戦に踏み切りました。若い頃はとにかく目の前のことに夢中でした。新しい環境に飛び込んだり、海外で暮らしてみたり、やってみたいという気持ちが先にありました。失敗してもまたやり直せると思っていました。でも50代になると少し状況が変わってきます。一年一年があっという間に過ぎていきます。そして10年という時間が急に現実的に感じられるようになりました。10年後、もう親はいないかもしれない。家族という形が変わって私はどこで誰と一緒にいるのだろう。日本なのかイタリアなのか、それとも全く他の国かもしれない。全部を手に入れようとするよりも、自分にとって本当に必要なものを残していく、そんな生き方も悪くないなと思うようになりました。多くの人は海外暮らしイコール好きな場所で自由に暮らしていると思いがちですが、実際は生活は収入の上に成り立っています。50代になるとどこに住みたいかだけでは決められなくなります。私は今イタリアで暮らしています。でもイタリアにいるためには当然ですが生活費を稼がなければなりません。もし日本とイタリアを行き来する生活を選ぶとしたら、今の仕事は続けられません。そうなると収入源がなくなってしまいます。つまり、帰りたい時に帰ればいい、二拠点生活をすればいいという話ではないんです。現実的には、収入が途絶えればイタリアで暮らし続けることはできません。だから私は本帰国を考えるたびに、住みたい場所だけではなく、どうやって生活していくか、どうやって仕事をしていくかも一緒に考えなければならないんです。若い頃はやりたいことをやるが優先でした。でも50代になると、暮らしを支える仕事と自分が住みたい場所をどう両立させるかが大きなテーマになります。今の私にはまだ答えがありません。イタリアに残れば仕事は続けられる。でも日本との距離は遠いまま。本帰国すれば日本での生活は始められる。でも今の収入は失うかもしれない。この2つの間で揺れています。私は最近、どこに住みたいかではなく、どんな働き方なら自分が望む暮らしを続けられるのかを考えるようになりました。もしかしたら次の10年を考えるということは、住む場所を決めることではなく、働き方を見直すことなのかもしれません。今の私に何ができるか、何をしたらみんなに喜んでもらえるだろうか、そんなことを考えているとワクワクします。日本でイタリアンカフェを開いているかもしれないし、レザーバッグの
ワークショップをアトリエを持っているかもしれない。はたまたイタリアでトスカーナの案内人として回っているかもしれない。こうやって YouTube で動画を撮ってイタリアを旅して回っているのもいつか何かにつながるかもしれない。何事もやってみないとわかりませんからね。イタリアに残るべきか日本に帰るべきかまだ答えは出ません。でも急いで答えを出さなくてもいいのかなと思っています。人生はいつも白か黒かではありません。迷いながら進む時間もきっと意味がある。そう信じています。皆さんは次の10年をどんな風に過ごしたいですか？もしよかったらコメントで教えてくださいね。ではまた次の動画で。チャオチャオ。またね。